までは2番手として社長の下でやらせていただいて、で独立するってなった時にまた一から作らないとダメなわけで、全く言うたら無名な人間が大阪で店をやる、大阪で修行してるんだったら、知っていただ聞いていただけるチャンスはあるけど、遠くで修行してて大阪で帰ってきて店やるってなった時はやっぱりないわけだから、友達はいてもやっぱ友達は頼りするものでもないし、でそこではやっぱ不安でしたよね。場所決めるまでもやっぱいろんなとこで働いてお金工面して場所借りれてでスタートするってなっても仕事がないね。だからお店は出しましたってなってるけど、最初はもう夜3時朝3時です、夜中3時から10時11時まではトラック乗ってましたね。それしながらお店をやるっていう、そのぐらいの覚悟でやらなあかんなってあったから、で最初はそれで行ってましたね。東側にある大都市なんですけど、もう私からしたらどこでもよかったんですよね。どこでもよくて、ただ一人でお店を始めて、どっかに従業員の方がね来る可能性もあるけど、当面は一人だろうなっていうのがあったから、一人でやるにあたって自分でやりたい業務内容ってなった時に、立地をどこにするかって考えたんですよね。その時に幹線道路でやるべきじゃないなと。やっぱり大通り沿いとか道路沿いに店舗構えてしまうと、お客さんで応対で追われてしまって業務が進まなかったもあかんし、そうなった時にここが工場街巡航地帯の一角なんですけど、一個奥まった場所でやろうと。そこだと来ていただく方っていうのは何かで探して見つけてくれて来てくれるお客さんだし、そこにはもう向き合えるし、で自分の仕事も時間確保はしっかりできるんじゃないかって思いがあって、この大東市っていうところで起業したんですよね。自分らしくやりたかって、自分自身が偽らない、自分を出してやりたいなっていうのがあって、それはもう自分自身なんやって言われたら周りの人には分かんないけど、これ来ていただいたらもうそのままなんですよね。だからそこに偽りはなく自分自身を出して自分のやりたいことで、やりたいことはあるし、それだけじゃダメだし、ただ自分が集中して作業できるお店に従って、だから自分はもうカスタムビルダーになりたいんだっていう、もう今から25年前にそう思ってこの世界に来て、だからカスタムビルドするにはどうするべきかっていう思いがずっとあって、そこにはぶれない気持ちっていう、ぶれないから今やってるわけだし、だからこうやって開業するにあたってはカスタムビルダーでいるんだっていうことをもう常に思ってやってましたね。だからカスタムビルダーっていうのはバイク作るだけじゃなくて、整備ができて初めてカスタムビルダーだから、そこも日々勉強ですよね。今度はもう頼るどこはなくて社長がいるわけじゃないし、私が社長なわけで、だから自分を勉強していかないと、ハーレーの歴史はそれだけ深いわけで、よりもっと勉強して技術上げないとついていけないなっていうのもあるし、だからそこはもう日々やっていかなあかんっていう思いで、カスタムビルダーに向けてどうやっていくかっていうのはずっとあったんですよ。それ友人ですね。私の友人で、話ちょっと前に戻るけど、修行行く時に友人と連れと
お酒飲みながら冬の寒い時雪降る中行くべきやと言うた連れがいるんですけど、その彼が私に依頼をくれたんですよね。その修行に私が行く時、もう彼も1950年の50年代のパンヘッド乗ってて、で修行行ってこいと、で必ず帰ってこいよと、分かってると、いつか独立すると。ただ彼の中でも修行って3年じゃないの、5年じゃないのっていう、3年経ったって、いやお前いつ帰ってくんので、いやまだだと。でもその彼とは毎年宮城に来てくれてて、顔は合わせてて、で5年だった、まだかと、いやまだ帰らないっていう話してて、私がもう宮城行く前から、お前が独立する時は俺のバイクを作ってくれとっていう話を最初からしてたんでね。でその修行行く3年5年、まだかと。で9年修行して、でその間彼は自分の乗ってたバイクがもう壊れてしまって、もう全く動かないってなってるけど、このバイクはあいつにしか触らせないと。動かなくなったけど直さないと。このバイクはあいつが帰ってきたらやらすバイクだっていうことを言ってて、で自分が帰って店やるってなった時に、俺のバイクで1台作ってくれっていう依頼を受けた。でその彼のバイクをどういう風にするかっていう中からスタートしていくっていう、それが最初ですかね。カスタムビルダーとして、自分でよく本当に分かるんですけど、ものづくりが大好きなんですよ。本当にやっぱものづくりが大好きで、1個のパーツ、トータルのバイクを作るにあたって1個のパーツをそれぞれ作っていくわけですけど、その頭の中で、考えて、それを寸法を出して、それを形にする。でそれを削って、機械作業もありますけど、それをじゃあ自分のハンドメイドで、削って切って曲げて叩いていって、それが何十時間かかって一つのものが完成した時の喜びっていうのはものすごいやっぱすごいあるんですよね。頭の中で描いたものがもう試行錯誤しながら形になると。で今までやらなかったこと、新たにやりたかったことで、それを自分の持ってる引き出しの中から出して、それを形にした時っていう一個のものだけでものすごい喜び、充実感が得られて、できたと。でそれを一個一個に、そのバイクにしかないものとして、つけていくっていう。でトータルでそのバイクができるってなった時に、もう毎回がその喜びなんですよ。もの作った出来上がった時の達成感っていうか、もうそれがやっぱすごいありますね。でそれが組み上がって、オーナーさんがその車両を見た時に、そのオーナーさんの喜んでくれる顔とか、もう言ってくれる言葉とかっていうのはもうたまんないですよね。自分の作るべき、自分のやるべきことっていうのはもう決まってるんですよね。それをどうやって形にしていくかっていう時に、独立してからじゃなくて修行時代から自分ならどうするかとか、いろいろ絵描いたり頭の中でイメージしたりっていうのは常にあって、修行時代にその自分がいっぱいこう家で描いてるものとか、結構あって、やりたかったギミックであったりとかで、いろんなものを見てて、いろんなものを見てるからこそ自分のスタイルにするときに、それを真似する、そしたら何にも面白くない。真似するから簡単なことやから。じゃなくて、もうそれこそ1970年、50年、60年、70年代とかのいろんな洋書雑誌とか見てて、もうそれも頭に入ってるし、だからいろんなものが頭に入ってるからこそ、それが
自分のスタイルとして形を変わったものが出てくるんですよ。見てないとやっぱり出てこないし、全くもって奇抜なものになるだけやし、だからその自分のスタイルになった時にこう発想が出てくるっていうか、それを形にしていくっていう、自分のやるべきこととやりたいことっていうかはもうチョッパーなんだよね。バイクにはそれぞれ、ジャンルがいろいろあって、それぞれはそれぞれの良さがあって僕も好きだし、で、ボバも作るし、チョッパーも作るし、けどまた新たにカフェレーサーをじゃあ私がやるかって言ったら、カフェレーサーに特化した知識が入れてきてない。やればできる、おそらくやればできるけど、またそこはゼロからやらないとあかんで、それはそれで楽しみが多分あるんですけど、そこにはそれぞれもう日本のレベルもすごいですから、日本人の方でも特化した方たちがいるんですよね。ただ自分はやっぱもう10代の頃からチョッパーが好きでチョッパーを見てきてるわけで、だから自分はチョッパーの世界でどう生きていくべきかっていう、もうチョッパーが好きなんやからそれでそこをやる。そこでボバーやることも当然あるし、もう基本はでもチョッパーの中で、自分のスタイルっていうのを打ち出していこうっていうのがありますね。カスタムショーっていうのは特別な場であって、店やる時から5年でアメリカに持っていくっていう